皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。今回は実際に Photoshop の基本的な使い方とツールの説明をショートカットを交えつつお話ししていこうと思います。それでははじめに Photoshop を開いていただき、メニューのファイルから新規ドキュメントを作成、もしくはコマンドプラス N で新規ドキュメントを作成します。プリセットの名前でプロジェクトの名前や幅、高さ、解像度、カラーモードなんかを設定できます。今回は一旦プリセットの名前を YYMMPD アンダーバー1920アスタリスク 1080px アンダーバーテストにして、幅1920ピクセル、高さ1080ピクセル、解像度72、カラーモード RGB でドキュメントを作成します。新規ドキュメントができるとこんな画面になっていると思います。左がツールバー、上がオプションパネル、右がウィンドウ画面となっています。まずは Web からダウンロードしてきた画像を Finder からドラッグ&ドロップで画像を配置することができます。次にメニューのイメージから解像度調整、ショートカットだとオプションプラスコマンドプラス I で解像度調整、画像を印刷用に変更するときに使います。次にメニューのイメージからカンバスサイズの調整、ショートカットはオプションプラスコマンドプラス C、 ツールバーもしくはダブルで自動選択周りのショートカット、画像の切り抜きとかに便利です。ツールバーもしくは I で画像の色味を抽出、 B でブラシツール、ブラシ設定ウィンドウでブラシを調整することも可能です。E で消しゴムツールでスマートオブジェクト化される前の画像を消すことができます。T はテキスト入力ツール、U はシェイプ作成ツール、背景を作成したりするときにベースとして使います。コマンドプラス T で自由変形ツール、オプションパネルの W と H のところを右クリックでパーセンテージ表示からピクセル表示にすると小数点がない綺麗なオブジェクトを作ることができます。次にウィンドウの使い方についてのお話で、一番大事なレイヤーウィンドウから説明していきたいと思います。Photoshop のレイヤー概念もイラストレーターと同じく上に表示されているものが一番上に表示されており、その下のレイヤーは上のレイヤーのオブジェクトに隠れて表示されております。またイラストレーターと同じでクリッピングマスクも可能で、マスクをしたい画像を右クリックからクリッピングマスクをクリックでマスクをできたり、オプションを押しながらレイヤーウィンドウをクリックでもいけます。次にレイヤーをまとめたいときはコマンドプラス G でグループ化もできます。他の人がデータを見たときに見やすいようになるべくグループ化してレイヤーをきれいにしておきましょう。次にイラストレーターで作字をしてそれを Photoshop に持ってきて加工したい場合や Web からダウンロードした画像を配置したい場合には必ずスマートオブジェクトで配置するようにしてください。イラストレーターからのデータであればスマートオブジェクト化してあればベクターデータとして配置されるので、拡大縮小してもデータがぼやけることがないのと、配置したイラストレーターのベクターデータをレイヤーのウィンドウをダブルクリックするとイラストレーターが起動してイラストレーター上で編集することができるので便利です。画像データも Photoshop に配置した時点ではスマートオブジェクトなのですが、絶対にラスタライズ化しないでください。ラスタライズ化とは、例えば Photoshop に縦横1000ピクセルの画像を持ってきたときに、スマートオブジェクトであればその縦横1000ピクセルの画像を100ピクセルにしても500ピクセルにしても元の1000ピクセルのデータを保持しているので、画像がぼやけたり劣化することはありません。ただラスタライズ化されてしまうと画像データがピクセルデータに変換されてしまい、1000ピクセルのラスタライズ化された画像を100ピクセルにする分には問題ないのですが、100ピクセルを500ピクセルにした場合、Photoshop で1ピクセルを5倍に拡大して表示してしまうため、画像がかなりぼやけて表示されてしまいます。スマートオブジェクト化してあれば元の1000ピクセルのデータが保持されているので、100ピクセルから500ピクセルにしてもぼやけてしまう心配はありません。合わせてレイヤーのオブジェクトの一部を隠したいとき、こちらはスマートオブジェクトの状態を保持したまま
レイヤーのウィンドウの下にあるレイヤーマスクを選択して、不必要な部分を自動選択ツールで選択して黒く塗りつぶして表示状態にしてください。画像やテキストをラスタライズ化すれば消しゴムツールから消したい箇所を消すことができるのですが、このやり方だと一度消したところを二度と復活させられないのと、テキストに変更があった時も変更できないので絶対にやらないようにしてください。あとレイヤーの色味を調整したりするときは、レイヤーウィンドウの下のレイヤーマスクの右の調整レイヤーのところを選択して、調整したいレイヤーに対してクリッピングマスクをかけることで該当のレイヤーに対して明るさやコントラスト、色味を調整することができます。ちなみにこの調整レイヤーは複数個利用することができるので、例えば最初に写真を白黒にしてレベル補正でコントラストを調整して、グラデーションで色味をつけて描画モードをスクリーンか比較明にすると、こんなクリエイティブを作ることができます。この描画モードについては別の動画で詳しくご説明いたします。あとはレイヤーをダブルクリックでレイヤースタイルというのを選べるので、グラデーションをつけたり色味を変えたりドロップシャドウをつけたいときにはこちらをご利用ください。次に文字ウィンドウについてですが、バナーなどの文字が入るクリエイティブを作るときにウィンドウの右下の設定を滑らかに設定するようにしてください。クリエイティブの解像度が低いと文字自体もピクセルでできているのでガタガタして見えてしまうのですが、この滑らかにを選択すると Photoshop が文字を滑らかに表示されるようにピクセルを補完して文字をはっきり見せてくれるので、クオリティアップにつながります。最後にプロパティウィンドウのご紹介で、こちらはオブジェクトの大きさや属性を確認できたり変更できたりできるウィンドウで比較的利用するシーンが多いです。Photoshop はイラストレーターと違いピクセルでオブジェクトが描画されているので、1ピクセル以下の小数点が発生してしまうとオブジェクトがぼやけて見えてしまうため、なるべくこのプロパティウィンドウでオブジェクトサイズに小数点が出ないように調整しましょう。その他のウィンドウに関しては Photoshop を利用するときにはたまにしか利用しないので、今回の動画では省略させていただきます。次回の動画では切り抜きの仕方やレタッチのやり方などの画像加工について実例を交えながらお送りしたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ